エレキギター、板切れの革命。キーン。うわ、まただ。耳が痛い。アンプの音量を上げると、すぐにピーってなっちゃうんです。もっとこう、ロックスターみたいに歪ませて、ギュイーンと弾きたいのに。それはハウリング、フィードバックですね。ガク君が持っているその箱型のギター、フルアコ。では、それが物理的な限界なんです。限界？気合でなんとかなりませんか？無理です。物理法則には勝てません。かつて、不快な音を消すために、ギターをただの板に変えてしまった発明家がいました。箱を捨て、空洞を埋める。その狂気が、現代のロックと無限のサステインを生んだのです。今日は、ポールが挑んだハウリングとの戦いについて解説しましょう。まず、なぜギターはキーンとなるのか、その仕組みを知っていますか？マイクをスピーカーに近づけた時と同じ現象ですとね。正解です。アンプから出た大音量の音波がギターのボディ、箱を振動させ、それが弦を勝手に揺らし、またピックアップが拾ってアンプへ送る。この無限ループがハウリングの正体です。特に昔のギターはバイオリンのように中が空洞、ホローボディでした。空洞があるということは空気の振動を拾いやすい。つまり巨大なマイクと同じなんです。なるほど。音が響くように作った構造が大音量ではあだになるのか。1940年代、ギタリストであり発明家でもあったポールはこれに悩んでいました。バンドの音が大きくなるにつれ、ギターの音量を上げるとハウリングしてしまう。彼は苦肉の策としてギターの穴、F ホールにボロ布や新聞紙を詰め込みました。必死ですね。高級ギターにゴミを詰めるなんて。箱が共鳴するからいけないんだ。なら箱をなくせばいい。そう考えた彼は日曜日ごとにエピフォンというギター工場に忍び込み、ある実験的な楽器を作り上げました。名付けてザ・ログ・マルタです。マルタ？彼は 4×4 インチ、約10センチ角のただの木の角材にネックと弦、そしてピックアップを取り付けました。ボディはありません。本当に棒です。うわ、見た目が最悪だ。ほうきみたい。しかしその性能は革命的でした。ボディがただの木の塊、ソリッドなのでアンプからの音波で振動しません。どれだけ音量を上げても全くハウリングしないんです。さらに驚くべき副産物が生まれました。サステイン、音の伸びです。ここで物理の話をしましょう。アコースティックギターは弦の振動エネルギーをボディの振動に変換して空気を震わせて大きな音を出します。エネルギーを使うので弦の振動はすぐに止まってしまいます。ポローン、すぐ消えるって感じですね。一方、ソリッドギターはボディが硬い木の塊です。弦が振動してもボディは重すぎてびくともしません。行き場を失ったエネルギーは弦の中にとどまり続けるしかない。結果、音がいつまでも消えずに伸び続けるんです。トランポリンの上で跳ねるのとコンクリートの上で跳ねるのの違いか。その通りです。コンクリート、ソリッドの方が反発して長く跳ね続けますよね。ポールは20秒間も音が伸び続けたと歓喜しました。実は木の塊に弦を張るというアイデア自体は彼が最初ではありませんでした。それ以前にビッケンバッカー社がフライングパンという楽器を作っていました。文字通りフライパンのような鉄の塊に弦を張ったものです。鉄？重そう。ただこれは膝の上に置いて弾くラップステイルギターでした。ポールの革命はそれを普通のギターのように抱えて弾ける形にしたことです。ハワイアン音楽だけでなくジャズやカントリーでも使えるようにしたんですね。しかしこの発明には一つだけ欠点がありました。ライブでザ・ログを披露したところ観客の反応が冷ややかだったのです。音は最高なのに誰も拍手をしてくれない。やっぱり見た目が角材だから。そうです。人は耳だけでなく目で音楽を聴いていると彼は悟りました。そこで彼はエピフォンの工場で拾ったギターの形をしたいたウィングを角材の両脇にネジで貼り付けました。機能的には全く意味のない飾りです。するとどうでしょう、次のライブでは大喝采を浴びたんです。中身は同じなのに人間って単純だな。この経験が後のポールモデルの美しいデザインにつながっていくんですね。意気揚々と彼はこの発明を老舗メーカーのギブソン社に持ち込みました。しかし反応は最悪でした。なんだこのピックアップのついたほうきの絵はと笑われたんです。ひどい。天才の発想は常に理解されないんだ。ギブソンは伝統ある楽器メーカーですから共鳴しない楽器なんて楽器じゃないという常識にとらわれていたんです。彼らが間違いに気づくのはそれから10年後、ライバルのレオ・フェンダーがソリッドギターテレキャスターを発売しバカ売れし始めてからでした。慌ててポールに電話したわけですね。
あのボウ、まだあるって。実はレスポールが音にこだわったのにはもう一つ理由がありました。彼は多重録音オーバーダビングを発明した人物でもあるんです。妻のメリー・フォードの歌声と自分のギターを何層にも重ねて録音する。そのために彼は世界で初めて8トラックレコーダーまで開発しました。ギターだけでなく、現代のスタジオ録音の基礎まで作っていたとは。ノイズがなく音がクリアに伸びるギターが必要だったのは録音のためでもあったんですね。レスポールの発明家精神はギターだけにとどまりませんでした。彼は大きな交通事故に遭い、右腕を切断するしかない重傷を負ったことがあります。しかし彼は医者にこう頼みました。ギターを抱える角度で腕を固めてくれないかと。一生そのポーズのままってことですか？はい。彼は肘を90度に固定して骨をつなぎ、その後もトッププレイヤーとして活躍し続けました。自分の体さえもギターのためのパーツとして改造してしまったんです。さらに彼が愛用したレスポールレコーディングというギターも異様です。マイクと同じ XLR 端子がついていて、ミキサー卓に直接させる仕様でした。スイッチやの具だらけで、もはやギターというより精密機械ですね。その後ギブソンはレスポールモデルを発売し大ヒットしますが、一時的に生産を中止しモデルチェンジを行いました。それがクワガタのように尖った形の SG というギターです。薄くて軽くてハイポジションも弾きやすいメイキですとね。しかしレスポール本人は激怒しました。こんな薄っぺらい板は俺のギターじゃない、角が刺さって痛いと。彼は勝手に自分の名前を削除させ契約を打ち切ってしまったんです。こだわり強すぎ、重さイコール良い音という神殿は曲げられなかったんですね。このソリッドギターの発明がなければ音楽の歴史は変わっていました。ハウリングを気にせずアンプの音量を最大まで上げられるようになった。それがディストーション、歪みという新しい音色を生み、ハードロックやヘビメタルというジャンルを誕生させたんです。またアンプを壁のように積み上げるスタジアムロックも可能になりました。ハウリングしないから数万人の観客に届く大音量が出せるようになったんですね。ギターソロで音がずっと伸びるのも木の塊だからこそなんですね。もしザ・ログがなければジミー・ペイジもスラッシュも今のスタイルでは演奏できなかったでしょう。今日はハウリングとの戦いが生んだ革命について解説しました。表面を捨てるという引き算が新しい音楽を作ったんですね。何かを得るためには常識を捨ててただの丸太になる勇気が必要なのかもしれません。僕も明日から余計な飾りを捨てて丸太のように生きます。いや、ガク君はもう少し飾り愛想をつけた方がいいと思いますよ。どういう意味ですか？皆さんはエレキギターのどんな音が好きですか？歪んだ音、透き通った音、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。